ヘイブロ、カズキチです。M4 ワールドチャンピオンシップグループステージ Day2。インドネシア代表 RRQ 星 VS フィリピン代表エコー。ゲーム1を見ていきます。このカードは激アツですね。インドネシアのね、最強格。MPL シーズン10は2位だったんですけども、RRQ 帝国の RRQ 星 VS フィリピンのね、超個人技集団エコー。でね、このね、エコーのメンバーのジャングラーのね、カール・ティジーは、M2 の時のブレンのね、選手だったんで、これ取ったらね、M シリーズね、2回目の優勝者ですから、史上初ですよ。さあ、というわけでね、このカードは非常に気になるんですが、ミドレーナーは、ゴッドメイジ、レモンが続投となっております。先行 RRQ 欲しい高校はエコー。で、シュー、ファニー、そしてジョイ。ジョイダメでしたね。やっぱ強かったと。ジョイをバンしてきました。エコーは琥珀、ディガー、そしてグルー。ディガーをバンしてきたというのもね、面白いナイスチョイスですね。さあ、キャリー、フレットリン、どっちがどっちを握るか。もう今んとこね、先行ピックはね、キャリー・フレットリン、あとイブか、なんかを握るっていうのが割と丸いというか、どのチームもそれを握ってはきているんですが、RRQ はね、オキュピーとね、むちゃくちゃいい試合になっちゃったんで、ちょっとここは圧倒的な差をつけて勝ちたいところですよね。勝ち点2を作れば、ノックアウトステージ、アッパーバケット確定なわけですから、ここは欲しい。さあ、初陣のエコーはね、どんな戦い方をしてくるのか。正直ね、このエコーの試合で僕見たことないんですよ。なんで楽しみ。さあ、バレンティナから入ってきました。早い、キャリー。空いたら取るキャリー。そして、イーブ。なるほど。環境強強キャラクターをお互い取ってきました。バレンティナはね、ジャングラーなんかもいけちゃったりしますからね。No, not here, right? So rear road manipulation on both sides, possibility there too. I like the carry pickup. I still feel like one of the biggest disadvantages of the carry pickup is obviously the range, like we talked about in the previous game, you know. So if you get shut down to the point where you can't even get into the fight, and which again could be another opposing real world manipulation that makes it even harder. ピックでどうなることでしょうか。選ばれるのはカジャー、そしてクラウド。なるほど、カジャーはロームか、ロームカジャのミドバレンか、ジャングルバレンっていう可能性はありますけど、カジャーは十中八九ロームでしょうね。さあ、大エースのカール・ティジー、アサシンゴリゴリの使い手ですからね。強振の意味が、エコーだから強振なのか。なんか最近海外のプロチームでさ、こういう漢字とかカタカナとかね、使ってくれるの嬉しいですよね。選ばれたのはフレットリン。ジャングルはフレットリンになるのか。ゴリゴリアサシンな、見せてほしいけどな。さあ、4体目の番はラプラプ EXP レーナー R7 を、これは狙い撃ちですね。となるともう1枚も R7 対策なんじゃない？ゾンとかゾンパッキこの辺か。でも大会でゾン見ないですね。そういえば日本ではゾンいたんだけどね、1回ぐらい。さあ RRQ の番なんですが、ローマーがオープン、ローマーとフレットリンは EX、フレットリンジャングルで見るならばアサシン消していくっていうのは丸いですよね。お互いデータは十分にあるはず。ロイン。今回の大会、ロインかなりキーマンですね。さあ、ハヤブサ。ハヤブサ。なるほど、ハンター対策のハヤブサ。というか、インドネシアでね、ハヤブサがメタで流行っているという噂、僕もちょっと聞いたことあるんですけども、そういった環境を見ての番になっているということでしょうか。any options for Albert here. What is he going to be picking up? But the crazy thing about Albert now is previously he was really known for those. さあ、もう1枚の番をどうするか。ローム番。ガレックなんかは今回の大会見ないですね。細かい CC での小規模戦の集団戦がよくあるイメージです。
BGM がすごいよね、なんか壮大な感じ。選ばれたのはリン、カール TZ をね、アサシン握るなと待ってましたと言わんばかりのゾーン。さあこれでフレットリンがジャングル確定しました。残りはロームだけですね。ロームが見えない。And I was going to say this similar concept here was that Carl TZ, known for the assassins, right? But at some point in the meta, like a lot of these junglers, they had to force themselves to learn these objective-based utility junglers, right? So さあ RRQ 王国、ここはもうジャングラーとしてバレンを起用するか、まあしないか。しても面白いけども、ただフレットリンなんで取り毒ではないですよね。見ると取り入れるとしたらイブかゾンか、またロームか。They shine much later on. The thing is, the trend so far is we don't see these super long games, right? I mean, there's been a couple 20-minute games, but again. さあ選ばれたのはガイ、そしてベラとなるとジャングルガイの EXP ベラで R7 がベラですね。後衛火力は石化ベラで落としていこうということでしょうか。Course, I mean, honestly, I would have loved to see a Lancelot. That would have been great, but Akai does the job so well at pushing back the aggression of Echo. I mean, it's Benedetta's on さあそれを見てのラスト、ただまあディガーバンしちゃってるんでね、ディスエンゲージはできるキャラはいない。準タンクを入れてくるか、サポートだとまあマチルダ、マチルダか。選ばれたのは準タンククフラーということでカチコチ編成でやってまいりました。結構なんだろうな、今ジャングラーローマで EXP レーナー硬いキャラクターを置いて、まあ、マークスマンにね好きにダメージを出しやすくするという構成ちょっと流行ってそうですよね。まあ4レベル周りのオブジェクトファイトなんか非常に強いキャラクターがよくピックされているイメージです。お互いが出揃いました。さあというわけで見ていきましょう。RRQ 星 VS エコー。Let's go. Coming into this first game here between two of the giants of their particular regions, we see that Bennycutie is actually going to start helping out Carl TZ in that buff, and therefore he is going to be able to rotate. やっぱりね、本当にね、このリーシュという行動はね、もう義務教育でやってほしいですよね、みんなね。手伝ってあげてほしい。さあ、キャリークラウド、いい火力。This is the thing, right? Where do you park these roamers, JP and Vin, to get the most of value out of it, right? Because at the same time, XP lane, ダメージ交換は若干エコーが勝っている。あ、ここ入ってくるか。ただカジャなんでね、そんなダメージは取らない。むしろこれワンワン、うわー、フラッシュアウト取っていったのはサンジ。ファーストブラッドはエコーです。まずは一旦お互いファーム。次のジャングルファイトなんですが、ゾーンいますからね、集団戦強強にはなりそう。さあこれ逃げ切るフラッシュアウト。That's a nice pickup, right? Because he doesn't have the Divine Judgment just yet, but still, with that being down, this should make it a little bit easier to grab, or at least contest that first turtle. ここはでもウルト使えないですからね、ガイもちょっと怖いですよ。キャリーがめちゃめちゃ強気。スタンフォード。スタンフォードじゃないか、キャリーはベニー QT ですね。Yeah, I mean, it's all about like the timings, right? Level 2 is when carry starts to get really, really good, but now タトルハイト、お互い4レベルになっているガイのウルト。まあこれは弾いた。いや、いけるか？むしろ、いや、取っていった。しっかりハントで落としていく。さあ、そのままセカンドカップ。これはアルバトも逃げれない。1枚回収、集団戦綺麗ですね。というか今ガイのウルトではめしたはずだったのにちょっとこれずれたのか。というかガイのウルトに対してベラがウルトを置いてきあ、そうだよね。ガイのウルトに対してベラのウルトを置いてきて、なんで半島せたんだろう。煽っていく。1,000 gold though. Relax. The table didn't do anything to you, Eterna. さあグローバルゴールド 1K さ。こういう国際大会でフィリピン勢めちゃくちゃ強いんですよね。
RRQ はインドネシア勢としてね、この持って帰りたいわけですよね、M シリーズ。今2年連続でフィリピン取ってますから、ブレンと、ブラックリストインターナショナルか。park there. If you can find a pickoff, this is something that we were talking about previously in the backstages. Where does Kufra fit in now? It's high risk, high reward. ウルドったらこれは浄化で逃げ切っていく。カジャはフラッシュアウト。 No one's gonna go down just yet though. 今あれですね、ブッシュでの音が分かんなくなったんで、クフラーの入り分かんないですよね。さすがに浄化クラウドなんで、ここは逃げ切ることには成功しましたがといったところ。Hopefully. Hopefully. Still sweating here. 1,400 gold lead. 8 seconds left on the clock. But you can see Fredrin already. Seems like Echo, Fredrin, they all have that better space on. And they have the better setup for now. ベニゲジ、お互い2体目のタートルファイト。 さあゾーンが入ってきた。まずはワンピック。カール TC からでいいと。ベラ裏からセッカルト。決まっている。ハント取っていったアルバト。偉すぎる。さあ継続戦と、これレモンはフラッシュアウトに。いやギリギリス。タワーダメージ入ればといったところ、ギリギリ生き残るかカール TC。生き残らない。危ないギリギリ。これでタートルも取って RRQ が若干優勢。これは逃げるか。試合内容を見ると、でも本当にエコーがグイグイ来てて怖いっすね。細かいところのダメージ交換がうまいイメージがある。クフラここも入ってくる。Again, Skylar, will he be? He actually doesn't even need to use the BMI, but now Sanji up here too. さあこれはウルト展開する。クラウいいガレク。ただこれはなんとか生き残れるか。なんとか生き残れる。危ない危ない。5v5, but 4v4, it's really awkward when you don't have that damage and you're depending on R7 and Lemon, who are まあでもお互い後半のダメージのスケールもある両チームなんで、次のタートルでまた動くかどうかですよね。お互いもウルトもちゃんとあると、カジャが誰を引っ張るか気になるところではある。So far, with as much attention as being put up there, this is best case scenario for Skylar. He's still able to farm up, do at least decently well in that lane, and then hopefully transitions later on. Again, Vin really hasn't had the opportunity. ただトップルートがきつそう、裏を入られているカール TG。いや、フラッシュ入っていた。イブのウルトがある。これはでもクフラーのウルト、これ効かず。まずワンピック取り切ったのは RRQ 欲しい。タートルまで繋げたいところではある。ただアルバートのヘルスがめちゃミリ。あ、そう入ってきた。クフラうますぎそれは。ただ1枚回収成功。いやむしろただその後回収していく。もう1枚落とせれば大きい。対面を回収成功。これはキャリーを止められるか。フラッシュマジでうまーキャリーはの絶妙なタイミングのフラッシュで抜けていくと、それはちょっとうまいわ。これでタートル獲得はエコーグローバルゴールド 1.4K 差。クラウドもデモ班如意棒完成してるんですけど、キャリーがもうナチュラル完成してるんですよね。ちょっとそれが気になるところ。Man, that is such a clutch moment to have that too, and just the way that all played out. Again, Benikuti able to grab that early kill does set him up here, but Skylar still, right? He's managed to grab two himself, so those marksmen, those gold lanes are really going to pop off as we get into the further part of the mid to late game here.
Oh, I will say that Skylar has a bit of an advantage with the golden staff, but さあお互い見合う形になってい the る。 man, the myth, the legend, Benny QT get one for himself. That's when he's really going to show his stuff here. Oh, お、これはどうだ？ Waiting to see if 繋がるか？ the end of both real world manipulations come 繋がるか？ down. Look at the 繋 damage が from る、逃げれない。 Able to grab a kill, Lemon falls. いやむしろこれまだ入ってくる？ Backside though, now on the hunt for Skylar. Pokes him a little bit, but not able to commit. The taunts there. Vince could be in trouble here. ビンウルトは残っているが、ここは使えない。 So doesn't have that follow-up they needed there. No. Two of the members from RRQ これで両サイドのファースト先に追ったのはエコ in that mid lane, but now RRQ Albert, he could be in trouble as Echo once again getting another tower in that bottom side. ウフラーがいい仕事してますね。連携がすごい言わずとも分かる連携みたいな形ですね。さあこれ挑発は入らない。ハンド落とした。逃げれるか？これは逃げれる。 Naturally, with his own mechanics, gets out of the situation. But yes, Echo is playing for late, and that's where we have to keep our eyes out for. But even then, Sanji's already popping off with that damage. I mean, he doesn't even have any damage items per se, right? He has ロードが開く時間帯。 the ベニキューティがいる Ice。Queen Wand, and he also has the これ Enchanted Talisman. リから逃げれるか？ More to utility, but even then, the damage already felt, and even Lemon was taken out before that. So very well. さあロードタッチ始めたのは RRQ 欲しい。 Now both teams are going to start centering and focusing on the next objective, and that is going to be the First Lord. Well, I don't want to be that ただ guy. ロードでベイトして、ああタワー降りたかったということですかね。 For the most part. Well, I mean, either way, both teams here in a good position for this first Lord. I think it's just going to be juggled around a little bit as both teams do the Lord dance as we've seen many times before. But こう still, ロードね there's こう the 触 golden ってね staff pickup for ロードの方に Benny 釘付けにするっていうのは素晴らしいですね。ただキャリーに如意棒入っちゃいました。これで3コア。でベラが合流できない。ああいやその茶番に付き合う暇ないよということでロードずっとタッチしてるのはエコー。隠蔽入ってきた。うまい。これはビンよくケアしてた。今のめっちゃうまいですね。さあハンドジョブ取っていった。さあせっかくトップ入った。でもどうだ。ただキャリーが2機残って2枚回収成功。 Carl TZ still in the chase to push him out, and now the eyes are set on the tier 1. It looks tough here. I mean, the fact is, Echo is playing as a 5. ベラの入りも良かったんですけどね。グループアップという中で、クフラがいて分断されちゃいましたか。クフラゾーンか。さあこうなるとここからロードも来る厳しい時間帯。セカンドタワーを守りきりたい RRQ。 Because they have a Lord to cover here on the bottom side. Carl TZ going to take away that red buff as well. This is looking quite chaotic for RQ. Oh, Albert going to get caught here in a さあクフラ bad position. タワーした。 He's gonna heavy spin, try to get 弾く out of 形。 it, pushing これは Carl 逃げきれない。まずはカール TZ を落とすことに成功。 Albert with a pickup. They lose that turret though. Does Echo press this situation here? JP gonna jump in, finding Albert. あれはこれウルトないんで逃げきれないんじゃないか。あただこれイブのじゃあバレンティナのウルトですね。さあこれはアルバート逃げれなそうか。ギリギリ落とされていく。いやむしろ2枚回収成功した。セカンドカップ入れば。いやうまい。いやーR7これなんとか耐えれるか。ギリ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 耐えていく。さあこれでこれ以上はいかないけど全部のセカンドタワーを折られてグローバルゴールド 4.3K 差。 Sorry, it's just the ad libs at this point. But like Benny QT, when you see somebody get to that level of attack speed, you don't get to see people survive it that often. I mean, just いやここね逃げれなかったんだな。でこれそうレモンがねフロント張りに行ったんだけどキャリーの火力が高すぎて。 1、2発多分ね今レモンのバレンティナとしては1、2回だけ受けてあげて、ギリ生き残ろうっていう調整をしに行ったんだけどね。 許してくれなかったそれを。 recalibrate themselves into this next part, but we're going to take a little look into the items first. Looking at R7 right now, he's currently 3 items. I think he's building into a Malefic Roar. プレットリンもうめっちゃカチコチなんでこれ全然ダメージ取らなそうですね。 If we're looking at supports, that's the big difference here. Because with the supports, they're building as tanky as possible, but immortality makes all the difference for a Kufra. Yeah, I mean, I gotta say, the question about Kufra, you know, where does he fit so far? Because he's kind of, in a way, that hero has fallen
fallen off a little bit. But so far, JP's doing an amazing job at really finding the setups that he needs to, utilizing the Kufra here. Especially, I mean, with Sanji setting up those perfect real-world manipulations so far, Lemon's doing it too. But the thing is, I haven't seen Vin just RRQ としてはこのベニキューティーのキャリーをね、 he has the 7 assists. He's 落と finding せれば targets. か But な if り he チャ can ンスはある。 cancel out Sanji, that's going to be a huge 裏入ってた。 play for RRQ. ガイ乗るとこれはカウンター。 Oh. Okay, that's a good disengage. Nobody is going to, bite the bullet for now, and I think RRQ also understands. Like, yeah, これロードタッチ始めそうですね。でもロード周り近いかられてるの怖いな。 Oh, they, and キ they don't ャリ have the ー real うわ manipulation. ー反応していった素晴らしい半身系。 なのでこれビンは逃げれないんじゃないか。集団戦継続ベラシックルト入ってはいないギリこれ落とせれば大きいけど逃げれないでしょう。なるとこれロードも獲得。いやー無理やり入りに行ったんだけどねビンの仕掛け。これ失敗してサンジこれも落としていく。さあこれで 3-0 交換。エコー強いね。You saw that R7 was trying to do his best. The way that he does it, right? That's so signature R7. Which whatever hero he chooses, whether it be the Benedetta, the Cho, he tries to looking for that flank, but unfortunately the follow-up damage from the other members are not there. And here we go, the siege from Echo. Gonna be a full force siege here from Echo here. One more turret to go up on the top side. They've got to handle this Lord. Echo setting their sights on the bottom side. Carl Teasy already handling that wave. Can RRQ defend here and keep in this game? Echo now full force bottom side. Sanford comes in with the Black Dragon form. RRQ サードが looking か for って any これ angle, サー but ドは Echo ギブ。 calls the back 消化 signal. ロード1回でサード全部行かれてまいりました。 All the way through, they've gotten a 7.7k lead for themselves. They don't need to go any further. No Lord empowered minions, no Lord in and no Lord as well. レモンのバレンティナがイーブの射程に全然ミスマッチなんでダメージが通らない。これ逃げれないんじゃないか。 Well, they're going to focus on R7. I don't think he was expecting that ワ death ン push ピッ either. クうますぎるな。 So cheesy. It always works. It works every single time. Everybody forgets about the bottom and top rush, and this time R7 has to pay the price. Right now, when you're これ RRQ ここまでボコボコにされちゃうとなるともう優勝候補を認めざるを得ない。さあこれ守れるか。ウルトに対してウルトでカウンター。 Looking to end the game here as both real-world manipulations come down across from each other. Lemon and Sanji still no 次のただロードファイトのところで Anybody else getting bombing ですかね。 right? いやダメージえぐ。 I can mess with イ you ブ too. がちょっとごめんなさい多分これちびきちくんで見えないけどイブが8万ぐらい出てる。イブが8万出てますね。でキャリーが5万クラウドが続くとイブを落とさなければまずいね。そうなると初めに Well, I mean, it depends on. タワーを守って盤石の体制なのがこれはエコー。 I like both, but Gord number one. But going back to it, did you see the discrepancy? キャリーをね多分先ほどからねカジャー狙ってるんでその狙いとしては全然悪くないんだけど。 You kind of expect them to be in the same ballpark, but it was a まあ huge ク difference. フラー、フレッドリン、そしてゾーン hasn't been able to get in range to even take か the ら ultimate or use it the way he wants to. キャリーだけを奪えるのかというところですよね。 Yeah. That was the problem. They picked up Sanford, so even if the Valentina wanted to take the real world manipulation, it could be a little bit more difficult because of the damage input that he's taking from さあミニオンは先に処理完了した。 ここからまあ17分ロード先タッチ始めるのはエコーでしょう。うわー怖いねそのブッシュ。うわ怖っ。しかもギリギリあそこにいるから多分映んないんだよねミニマップ。入っていった。これは逃げれないんじゃない。いや逃げれないよね。うますぎる。 さあというわけで17分ロード獲得したのはエコー。そう今の右のブッシュのところって今セカンドタワーおられたらなんか視界取れるのがね一定時間後に出せると思うんだけどあそこ多分映んないんだよね。
どこにいるか分かんないっていうのが、まあ、正解。この JP のククラね。これフラッシュで入ってくるんじゃない？入ってこないか。さあ、守れるかどうか。先にここはレモンがイブウルト使っていく。守れた。ククラがウルトで入ってくる。さあ、これはただ、逃げれれば大きい。ただ、R7は逃げきれない。さあ、セッカルカップ、ゾーンのウルト。クラウドはブレージング出てる反応している。ただ、これも許してもらえない。クラウドも落とされた。ナルトが落とされて、もう残りここはエンドイット GG。ちょっとこれ、エコー強すぎない？あの RRQ が赤子のようにひねられてましたけども。てかこの構成今本当メタかもね。もう固めのヒーロー3体で、まあ、バックラインを守っていくような構成。抜け目がないというか、その後衛火力まで届かないよね、これやられちゃうと。ダメージが実際キャリーとイブでね間に合っちゃってるっていうところもあるし。これは強い。さあ7対 18RRQ まさかの大敗です。Not only that, you have the Kufra. Every time you land the Divine Judgment on the Fredrin to stop him from retribution, bam! Bouncing ball, can't pull him back into his own team. He's stuck dead in the water every single time. He missed once. He missed once. I saw that. Do you have a tally just like on a notebook separate? Yeah, I'm so salty, okay? JB, you missed. And that's all I remember. But yeah, I mean, these full game stats are very even if there was any follow-up. MVP はこの男サンジ、まあイブですよね。これイブ先取りしてったの素晴らしいというか、あれかただまあ RRQ が先に1枚持ってたか、バレンティナか。いや、イブキャリーとってのこの構成は本当メタになると思いますね。さあ、ハイライトです。ここね、ベラウルト打たしてもらってないんですよね。で、この後打って、まあ、回収はできたんだけどもと。あとはガイがめちゃくちゃ無力でしたね。いや、あとこれね、このベニキューティのがフラッシュはマジで天才だと思う。いや、これやっぱベニキューティうまいな。ハンター、フラッシュの炊く位置が天才すぎる、さっきから。ああ、これも退路にね、位置付け置いてんだ。完全優勝候補ですね。ブラックリストとエコーとかなるんじゃない？ワンチャン。ちょっと別格だよね、フィリピンのチームが。さあ、というわけですごい試合でございました。この動画はこれで以上でございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。